今、肺がんとか乳がんとかが一番やっぱいろんな治療とかが結構進んでいる分野だったりとかするんですよね。特にゲノムっていう遺伝子の検査を受けてのその治療だったりだとか、今のこの状況ってどんなんなのかなっていうのをちょっとお伺いしてもみたくて、ちょっと長谷川さんにね、毎回振っちゃうのも恐縮なんですけど、今、肺がんの治療ってどんな感じで進んでってるんですか？そのゲノムだっていろんな抗がん剤とかも増えてたりとかしてると思うんですけど、ゲノム医療っていうのが多分最も進んでるのが肺がんの領域ということと、あともう一つ、一昨年もうちょっと前でしたっけ、ノーベル賞を取った免疫治療ですね。それも、大きく流れ込んでます。4剤とか、それぐらい認可されてますね、肺がんの中で。だからその、治療を、がんっていう中で、ゲノム医療と免疫治療、2つのこの二大潮流があると思うんですけども、その潮流がどちらも、肺がんの中になだれ込んでいて、ものすごいその成績がなんですかね、どんどん良くなってるっていう状況はありますね。じゃあ結構成績は良くなってきてるんですね、この近年。そうですね。ちなみに僕は10年前になっていて、その時は大体僕の時で言うと、いわゆる余命ってあるじゃないですか。生存期間中央値ってやつ。で、あれは大体1年なんですよね。で、僕短めに10ヶ月とか言われたんですけど。1年？普通1年なんですか？今も細かく言うとそうなんだけど、10年前は、1年でしたね。でも生存期間中央値だから100人いたら50番目っていう意味ですけど、それぐらいだったんですけども、今はゲノム医療、免疫治療がどんどん出てきて、もう全体がどんどん底上げされてると思いますね。そんな風に言われる方っていうのは多分すごく少なくなってるという風に思います。はい。あと、長谷川さん、海外とかにもね、肺がんの学会とかで行かれたりとかしてると思うんですけれども、はい、どうですか？海外から見た時の日本とかっていうのは、なんかその差があるのか、それともいや、日本も進んでるようなのか、同じぐらいだようなのか、治療っていう意味では。僕自身はすごく進んでるというか、多分世界一恵まれてるんじゃないですかね。例えば世界肺がん学会っていうのがあるんですけど、そこには毎年行くようにしていて、そこで話し合われることってね、なんかね、均一化っていうのかな、全体の底上げみたいなことを言うんですよね。どういうことかっていうと、南アメリカで、動いてる NGO とかがいて、肺がんの方に、あなたはね、患者でしょ？だから治療を受ける権利があるんですよ。教えるみたいなことをやってますとか、そういったその格差みたいなもので、アメリカはものすごい進んでますよね。で、日本はそういう意味で、誰でも均等に一番いいものを標準治療を受けられるっていうふうになっていて、その差が激しいので、それをどんどん均一にっていうか、底上げしていこうみたいな、そんな会ですね。で、その中で日本の位置は間違いなく、本当に、いわゆる裕福というか、一番恵まれていて、そこで、なんていうのかな、この国はダメだみたいな、そういうことはもう口が裂けても言えないぐらいな雰囲気ですね。そんな感じはします。ありがとうございます。やっぱ日本は恵まれているということですね。そんな、恵まれている感を小松さん感じますかね？感じます。感じる。でも、長谷川さんすごくいろいろ勉強されてるので、長谷川さんについていくだけです。関係ない話よくわかんないです。小松さん、あれなんですか？肺がん患者さんって長谷川さんについていったらいい感じなんですか？そうですよ。だって長谷川さんおらんくなったらどうするってみんなでいつも話してます。すごい失礼な話なんですけど、いつもみんなでね、そういう会話。患者あるあるかもしれないですけども、この方いなくなったら本当にもうやばいよねっていうね。いなくなるってね、なんかすごい失礼な、なんかちょっと笑えない話なんですけど、はい、でもみんな笑いながらね。笑わないでください。私もだし、みんななんかそう言いながら。これ患者同士だから言えますけどね。これ一般の人にね、言われたらマジ長谷川さんのタックル飛んできますからね、これね。はい、そうですね。タックルいきますね。真面目に。でも僕コルセットしてるからタックルできないので、なんかちょっとすぐ切られちゃう感じ、タックル切られる。ちょっと専門用語で失礼しました。コルセットしてるのはあれですよね。治療の、あれを守るためですよね。そうです。僕はね、手術でさっき一番最初に右肺を取ってるっていうふうに確か言ったと思うんですけども、その時に、なんていうんですかね、回復がうまくいかなくて合併症を起こしたんですよね。で、それで、いわゆる背骨にちょっと感染が起こっていて、脆くなっているので、それでコルセットという、そんな感じです。なので、切れられた、コルセットで
来るかもしれないですからね。そうですね。それを一番硬いとこ当てるみたいな。そんな感じでいきます。ありがとうございます。